はい、じゃあそれではその情景の、冷たいカタールの解説を始めていこうと思います。ドン。はい。まずドラムのイントロから説明します。今回のデモをもらった時に、デモから受け取った印象として、何かの物事の全てを語りきる感じっていう印象を受けまして、それと同時にその最初のこの曲のイントロをドラムソロで始めたいっていう話もあって、そこからこういろいろ考えて、ビッグバン的な何か発火があって、そこから何かが始まっていくっていうイメージができたんで、そこからイメージしてこのドラムのイントロのフレーズになりました。デモを作ってきたのが僕だったんですけど、最初は4つ打ちのハイハットのカウントから始まってて、シャン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 、ドトパーンっていう感じで始まってたんですけど、ちょっとそれだとインパクトが薄いなと思いまして、あと、最近聴いてる長谷川博士とか、彼みたいなイレギュラーさが欲しいなっていうのがあって、彼の音楽にちょっとインスパイアされて、ああいうスネアから始まるのいいんじゃないかなっていう感じで、提案しました。イントロのスネアも5拍で入るんですよね。そうそう、結構イレギュラー、そうちょっと癖があるイントロになってる。そうそうそう。いや、なんか最初合わせてた時はなかなか合わなかった部分で、今もなんで合うか分かんないだんだん合ってきたみたいな感じですね。じゃあ聞いていきましょうか。打ち付けに輝く星々、痛みにあえぐ森、断たれた展望と鉄の味、思考は過去へ。はい、というわけでイントロなんですけど、いいイントロですね。で、これコード進行が、ギターがという感じのコード進行なんですけど、これは結構フライングロータスだったりとかマインドデザインだったりとか、そのジャズを通過したヒップホップに影響を受けて、作りました。同主張行ったり来たりしてる感じがしますね。で、ここベースのフレーズもすごいかっこよくて、いいフレーズですね。ここ結構ね、弦楽器が全部8分の6なんだけど、ドラムだけダンダンダントトトンって4拍子になるっていうそうそうところもそうそうそう。癖ありな感じです。面白い。面面白い。白い。なんかこれ最初にデモ作ってきた時に俺が結構雑に3連っぽい部分と普通に8分のやつを混ぜちゃっててみたいな、どうしようかなこれみたいに言ってたら、いやこれもうそのまま混ぜていいんじゃないかみたいな感じで進めた結果、ダンタ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 ンってリズムなのにダッダッダっていう8分の3連じゃないフレーズが挟まれるっていう結構不思議なイントロになってますね。はい。で、ここのリズムの部分なんですけど、8分の11でできてて、最初のドラムだけの部分のふわりがちょっと癖があって、最初の1、2小節目が6たす5の11でできてて、で、3小節目は5たす6っていう割り方になってて、結構面白い感じになってます。トリッキーな感じになってトますね。リッキーな感じ。ここ、小説変えてないって言われるぐらいのトリッキーさがあると。最初全然合わせられなかったっていうスタジオで。ようわからんな、みたいベースなんですけど、このフレーズなんですけど、これ2回しあって、で最初は
でこう毎回こう給付が入る感じなんですけど、2回し目でハイハットが完全にオープンになるんで、それに合わせてベースもっていう風に音符の長さが少し変わっているのが、こだわりっちゃこだわりです、はい。ここギターもで最初の方は普通にこうパッパッパって弾いてて、で2周目からこう6弦も混ぜて弾いてて、そこはなんかまあ揃いましたねって感じですね。ハイハットの伸ばした感じと合わせてる感じで。まあ自然に合ったみたいなグルーヴがあった部分ですね。じゃあ次行きますか。ここねドラムが結構こうギアをチェンジする感じで、こう速くなったり遅くなったりっていう感じで面白いところだと思うんですけど、最初のデモはずっとブラストだったんですけど、スタ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 っていうブラストだけだったんですけど、スタジオでみんなで合わせてるうちにもうちょっとここなんか欲しいよねってなって、こういう形に落ち着きました。そう、この3拍子でそのブラストするっていうのが僕の結構手癖で、タタ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 、ただまあちょっとやりすぎるやつと他の曲でもやってるし、あとまあなんかリズムが取りづらい、ボーカル的にリズムが取りづらいみたいな話もあって、じゃあちょっとここなんかひねりましょうかと。でもなんか最初僕がなんか、いやじゃあなんか面白いことやりますかとか言って、ちょっと無茶ぶりでこううまくリズムを変えてくれみたいなこと言って、でもそれがなんか最初はみんなこう、いややれんのかみたいな感じだったんですけど、こうなんか実際にスタジオでやってみたらパチッと決まって、久しぶりにこうスタジオでうまくいったわみたいな瞬間だった、できた瞬間かなり盛り上がった感じです、ね、そういうの大事っすね。そう大事ですこうスタジオでそう来たみたいなあるよね。いやなんか今思い出したけどザクロのってなるところも俺なんかめっちゃ覚えてる。なんか俺だけかもしれないけどなったの。俺はまあおーってなったよね。なんかすげえ時なんか7畳の部屋とかだよね。7畳の部屋でやってて、いやこうしたらいいんじゃないかなって言ったらおーってなった。おーってのは大事ですね。大事ということで。大事でここコード進行なんですけど、ギターが感じで、なんかこれもイントロ同様、まあなんかヒップホップ的なコード進行を使ってます。はい、エモいですね。まさかの歌メロパートですよ。ドラムはここデモの時はこうブレイクビーツっぽい感じで、まあ、その感じも取り入れつつ、ギターがアルペジオでちょっとゆったりめだったんで、ハットはシブで打ってるんですよね。確かにでスネアをそのブレイクビーツっぽい細かい感じを入れて、そのハイブリッドみたいなドラムのフレーズになってます。でベースはコード進行は同じなんですけど、2回し目でオクターブが上になるっていうのがあって、これはEP に入ってる曲、最後の、4曲目ですね。4曲目の曲と同じ手法を使ってますね。知らなかった。これは1回し目なんですけど、2回し目はこういう風に、2回し目で1オクターブ上になるみたいなのはよくやってる手法です。飽きさせない
手法大事っすよね。あとそこてー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 って降りるのかっこいい。いいっすね。いいっすね。結構ポイント、細かい部分大事っすよね。でここ今聞いて思ったけど、ギターはアルペジオでゆったりで、でもベースはででででって8分で結構そうだねスピード感ある感じ。ここでもそのハイブリッドな感じが出てる。確かっていう風ににかつまとまりがあってみたいな感じになってますね。ひたすら自画自賛するはい、このクリーンの部分ですけど、一つ前のコード進行がでここで半音上に上がって転調するんですね。でそこからフレーズがという感じの、コード進行なんですけど、まあ似たような形というか、似たようなコード進行を使いつつ、まあ、ちょこちょこっと、転調したりして飽きさせないように工夫はしていますね。ここ結構細かいドラムフレーズのところなんですけど、ギターのタッピングが入る前の、ドラムのフレーズでうたたたうたたたっていうのがあるんですけど、こんな盛り上がるかみたいなちょっとしたフレーズなんですけど、この表を強調させるフレーズって結構自分好きだなって今回聞いてて思いましたね。表っていうのうたたたうたたたって、まあ表は抜いてるんだけど、抜くことで強調してる。わかる。でも逆にスピード感出るみたいな。他でも最初の表をハイハットにしてしたたたしたたたってやってるフレーズも結構ある。確かに鍵括弧でもね、そういうフレーズあったりして、うんあとこの曲もこの後にの数があるよね。つかたさだっていうこの後も2箇所ぐらい出てくるんですけど、出てくるこういう言われてもいなたい感じ結構好きだなっていうふうに思います。いなったいってどういう意味なんかちょっとダサめな感じ。ちくさい泥臭い感じ。なるほど。日本の勉強になります。表をこう強調させるって結構そういうちょっとどんくさい感じはあるんだけどみたいな。そういう感じ結構好きです。なるほど。この後の2箇所もね、ちょっとささっと言いますね。わかりましたギターのフレーズ、タッピングのフレーズはという感じなんですけど、まあ別に特に語ることはないですね。でもなんかそのアルバムからそのタッピングというか、右手も使うみたいな、あとは例えばアルバムの、みぞれという曲でタッピングしていたりだとか、あと1曲目の耐えて桜の要するにその右手そのピックを使わずに、指でいろいろ弾くっていうのをアルバムから試していて、その延長ですね。鍵括弧で俺が原曲なんですけど、そこでタッピング入れてから結構増えた感じですね。そうだ、そうこれ全部ほぼ僕多分一切ギターフレーズ関わってないよねこの曲ね。かも多分。しかもなんかそのエフェクト云々みたいな話も結構ヌノさんがディレクションしたので、この曲僕全くギター考えてないんですけど、なんかこれでタッピングさせられてなんかあんまりタッピングとか好きじゃなかったんですけど、僕なんかそれさせられて、じゃあやってみるかと思ったら結構ハマったというか、なんか自分の中でやってよくねみたいなでやり始めたみたいな感じありますね。
ここですが、ここちょっとソロフレーズみたいなのが入ってて、というフレーズなんですが、っていうこういう不協和音を入れるみたいなフレーズがもともとあんまり好きじゃなかったんですけど、でもなんか今んとこ結構コード進行がタイトめというか、なんか遊びがないなと思ったんで、たまにはこういう遊びを入れてみようかなと思った次第ですね。いやー、泣きのベースラインですね。ゆっくり弾いてみると、こういう風に、なっています。コンピレーションアルバムに入ってる「花装束」という曲でも似たようなフレーズがあって、こういうみたいな、あまり言葉では説明できないですけど、こういうのは手癖で、よくやってますね。イントロのフレーズも近い感じだよね。いいベースラインだと思います。ちなみに今のところでもさっきの表を意識するフレーズが出てきました。スタタタスタタタスタスタスタタタ。そうそう、そこでも入るんだよね。しばらくはここにいよう。体に置いた霜日が溶かすまで。まだ知らんだろうこの冷たさを。で、これ、最初のコード進行に戻るんですね、単純に。戻るんですけど、これ、深い意味はないんですけど、なんか僕が作る曲は行ったきり帰ってこねえみたいなこと散々言われてたのでで、たまには帰ってこようかなみたいな、もう思いっきりブーメランみたいな感じで行って帰ってくるみたいな感じにしようかなと思って。でもなんか最近これを結構、ソロの作品とかでもなんか実験してて、それを使ったという感じですね。まとまりは出るかなっていう感じですね。ベーススタッカートベース。でも最初にその説明したその音の長さが変わるやつと同じなんですけど、これをなんかと切らずにこうやると、なんというか音にメリハリが出ない感じというか、さっきトリ君が言ってたのと同じで、飽きさせない工夫っていうのがここでもあると思ってます。なんかブラックメタルに指弾きで止まるみたいなファンキーな感じというか、そういうリズミカルな感じって基本ないんだけど、そこ結構その時の珍しい部分だなと個人的に思ってます。はい、という感じで、こんな感じですかね。こんな感じ。意外に喋れる部分が多いのと、なんかあれですね、いい話が出てきましたね、たくさん。という感じでいいんじゃないでしょうか。はい、曲の総評、今回ミキシングとマスタリングが、今まで自分たちでやってたんですけど、今回外注でスタジオに行ってミックスダウンのチェックをみんなでやったりしたんですけど、その作業がいつもと違ったのと、音の質もだいぶ今までのと違うので、そういう意味で試せてよかったなと思います。曲はそうですね、なんかハーモニー的に今までの曲と結構違うかなっていう部分があって、なんかちょっとふざけてるというか遊んでる感じでいいなと思いますね。かつちょっとアトモスフェリックの部分も復活したりして、ドラム的には、いつもは結構曲を聴いてスタジオ入ってその場のノリで作ってみるっていう感じが多かったんですけど、今回はパソコン上でドラムをちゃんと1フレーズずつ練って作りました。今回練ってるよね、いろんなことをね、しかもこれが結構うまくハマったみたいなことがある。1曲アルバムと違ってやっぱ1曲オンリーなので、ちょっといろいろ要素詰めようかなみたいな
感じになりますよね。最初に聞いた時すごい何拍子かよく分かんなかったりでもうなんか難しかったんですけど、なんとか完成して、これ以上ちょっと曲が難しくなるの大変だなって思いました。いやなんか一度ハードル上げちゃうとどんどん上がっていくみたいな、そうだかちょっとら気をつけたいですね。そうですね。使いすぎは良くない。でもすごいいい曲になったと思うんで、いいですね。次の音源もいい感じにしましょう。はい。というわけで、解説動画以上になります。今回の、冷たい傍ら収録されてます 4way スプリット、タイトルは現状未定。今撮影してる現状は未定ですが、この動画が放送されてる頃にはいろいろ決まっていると思うので、ぜひ聴いてください。最高な 4way になってると思います。はい、以上です。ありがとうございました。